こんにちは。インラインスケーターのトトリです。よろしくお願いいたします。今日はですね、インラインスケートの滑り方についてお話ししていきたいと思いますけども、今日のトピックはですね、初心者向けのレッスンで習うスケーティングと中級以降のレッスンですね、中級上級になった時のスケーティング、これの違いについてお話ししたいと思います。でざっくり言うとですね、初心者向けのレッスンで習うスケーティングと中級以降のスケーティングっていうのはもう180度違うぐらいの感じの違いがあります。ただね、それを習う機会っていうのがなくてですね、またね、そこが違うんだよっていうふうに言ってくれる人もなかなかね、周りにいなかったりしまして、大体の人は初心者レッスンで習ったスケーティングを頑張って続けて、上達、もちろんそれでも上達するんですけれどもね、どっかで頭打ちになってくるところがあります。そういう時にね、違うんだっていうことを知っていただけるとね、ブレイクスルーになってくるかと思います。今日はね、どういうふうに違っているのかっていうのを中心に見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。ではね、最初にね、ざっくり概要を見ていきたいと思います。初心者向けのレッスンと中級以降、これからのレッスン、スケーティング、何が違うかっていうところですね。で、まず最初に初心者向けレッスンから見ていきます。で、初心者向けレッスンですね、最初に習うところ、アリーナでいうとワンポイントレッスンだとかありますし、各地で講習会が開かれているかと思いますけれども、最初ね、皆さん足を V の字にしてくださいっていうふうに言われると思います。形で言うと、これが平行であったら、これは V の字ですね。で、足の位置は V の字にしておく。で、それができたら今度は片方の足で押して、で、斜めの方向へ進んでいきます。こういったらこっちの足で押して、押した反動でこっちの足がスーッと斜めに進んでいく。それからですね、続いて荷重と重心でいくと、手を少し前に出して、少し前の方へ荷重をしていって、で、転ぶときは前に転びましょうっていうような教え方になっているかなと思います。でね、なんでこういうことをしているかっていうとですね、一つにはローラースケート、インラインスケートは普段の日常生活の動きとちょっと違う動きをするんですね。なので、まず一般の方にはそれに必要な筋肉がないっていうのが一つ。それから動作に慣れていないっていうのがあります。なのでね、いきなり中級者向けの滑り方を目指そうとしても、そもそもそれを使う筋肉が足りなかったりだとか、動き自体が少し違うので、いきなりはできなかったりとか、あとそのバランスを取ることに慣れていないので、やっぱりね、中級向けの以降のスケーティングっていうのはちょっとね、やっぱり難しいんですね。なので初心者向けのレッスンが間違ってるっていうわけではなくて、初めての方には初めての方に合ったスケーティングがあります。それが初心者向けのレッスンということになっています。なので最初はやっぱり、ね、いきなり、中級向けのスケーティングではなくて、分かりやすい V の字にして、で片方の足で押したらその反動でもう片方の足が進んでいきますっていうふうになります。でそれを1,2,1,2って繰り返していって、だんだんこうね、タイヤが転がり始めてスケーティングになってくると、スケートの楽しさ味わい始めるかなと思います。で荷重が少し前の方ですね、足でいうと母子球とか指のすぐ下のあたりの方に荷重をしてもらって、これなんでかっていうと、スケートでつまり怖いのは転んじゃうことですね。で転んで頭を打ったりすると本当にね、重大な事故につながっていきますんで、それよりは前に受け身を取ってもらいたい、ね、前だと手がありますんで、手でクッション、衝撃を和らげることができる。あるいは膝で
クッション、膝によってつけてれば膝で衝撃を和らげることができる。これが後ろに転んでしまうと一気に頭を打って危なかったりするのもありますので、前に重心をかけて前に転ぶようにしてくださいというふうにしています。で、最後ですね、ちょっとこれはその後イメージが持ちづらいかもしれませんけれども、重心の移動というようなイメージ図ですね。あくまでイメージ図なんですけども、これはね、重心の位置はあんまり動かない、真ん中にあって、足で蹴って進むっていう、これが初心者の滑り方ですね。初めての方にはこういうふうに教えていきます。はい、続いてですね、中級以降、これからやっていきたいスケーティングについてお話しします。この後ですね、中級以降のスケーティングでは V の字だったスケートブーツで、この V の字の状態はなくなっていきます。なくしていきます。代わりに常に進行方向と平行、こちらの上の方に進むんであれば、このタイヤの向きですね、常に進行方向と平行になります。で、続いてですね、進行方向と平行になりますので、進み方1212 V の字だったものも当然進行方向と平行のまんま、この進む向きに対してずっと平行のまんま、足の動きもこの線からほぼ動かないようなイメージになります。こちらでは右へ行ったり左へ行ったり右へ行ったり左へ行ったりしてたのが、ほぼまっすぐ進んでいって、足もわずかにずれますけれども滑っていって、片足に乗って滑っていって、そしたら次の足が来てまたこっちが滑っていって、でこの足がまた戻ってきたらまっすぐ滑っていってというような滑り方になります。で、重心の位置もですね、前ずっとかけていた重心がもう少し上、足の裏でいうとかかとと母指球、親指の付け根のところと小指球、小指の付け根のところ、ここにしっかり均等に荷重して、あんまりね前のめりになりすぎないで下ろしたまんまというような重心の位置になります。で、今回ですね、一番大事なイメージ図はこれですね。先ほどは重心が真ん中にあって、足で蹴って進むっていうスケーティングだったんですけれども、今度中級以上のスケーティングは足の位置は進行方向からあんまりずれません。滑っていって斜めにまっすぐ進んでいって、それに対して上半身が右へ行って、で今度足は同じ真ん中に置いた後に、今度上半身が左へ行って右へ行って左へ行ってと、上半身が触れていくことによって進んでいくようなスケーティングになっていきます。これが、スケーティングの違いの概略ですね。V の字ではなくてまっすぐ、ジグザグに進むんではなくてまっすぐに進んでいく。重心は極端な前ではなくて足の裏に均等に真ん中に乗せていく。で、重心の移動ですね。重心全く移動しないで足の力で蹴って進んでいたのが、重心、この体、上半身が右へ左へ右へ左へ動くことによって進んでいく。これが初心者向けレッスンからその後のレッスンへの違いとなります。